29ローマ総督と魔術師エルマ。ルキオ、シメオン、マナエンの3人はパウロ、バルナバ、マルコがアンテオケにやってきたことを歓迎した。彼らは互いに協力して働いた。それで教会はとても盛んになり、例の命ずるままにさらに手広く伝道するため、新たに3人を選んだ。その結果、パウロ、バルナバ、ヨハネ、マルコのことが選ばれた。1週間彼らは瞑想を続けた。彼らは職を断ち、肉体を神の宿る神殿にふさわしく清め、神の燃え盛る炎を蓄えるように準備した。10日目になってから、ルキオ、シメオン、マナエンの3人は、彼らの頭に手を置いて、旅の安全を祈り、祝福を与えてから3人を見送った。神の尊い使者として、3人が最初に投留したところは、クプロ島サラミスであった。その地域はマナエンがキリストの福音を伝えたところであった。かなりのユダヤ人が住んでいたからである。彼らの活動範囲は広く、朝早くから夜遅くまで3人は活躍した。多くの人々は彼らの話に耳を傾けた。彼らは単一民族ではなかった。遠くからやってきた商人や、東西を結ぶ貿易をする者、あるいは高貴なローマ人や、はるか彼方にあったスペインからやってきた者もいた。単純な異教徒たちは、キリストの教えをすぐには飲み込めなかったが、熱心に聞いていた。彼らはバルナバやパウロに言った。この教えは、まるで山から流れてくる水を全部飲み込んでしまう大河のようだ。私たちの国にはたくさんの神がいるが、どれもみんな、揉め事が多くてちっとも心が休まらない。その上、戦争、病気、飢餓、不幸を持ってくるんだから本当にたまったものではない。人の幸せを妬んだり、他人の収穫を盗もうとするんだ。できたら私たちの国であるスペインに来て、こんなろくでもない神々を追い出して、あなた方の教えで幸せにしてください。あんなケチな神々で毎年悩まされるのはもううんざりです。あなた方が来てくだされば、闇が光の前から消え去るように、ケチな神々はメシアの前から逃げてしまうでしょう。パウロはユダヤ近郊での伝道が終わったら、地の果てなるスペインへ行こうと約束した。スペインからやってきた人々は、メシアこそ唯一の全能の神であるとの確信を抱いて船に乗り、去っていった。その後、3人の兄弟は、悪名高いパポス、クプロ島西岸の町へ行くことにした。サラミスからは随分遠くにあり、昔は無数の売春婦がはびこっていた。大地震によって壊滅したことのある町であった。当時の人々はあまりにも罪深い生活をしていたので、町が再建されてからも相変わらず悪霊が思いのままに暴れ回っていたのである。その元を作っているものは彼らの宗教であった。波の泡から生まれたと言われている女神がそれであった。美しい女神の像を作り、男どもの色欲を駆り立てていた。ある日のこと、裸の男女の一群がやってきて、女神に捧げ物を置き、見るに堪えない不浄な祭儀をやっていた。若い男も女も、ヴィーナスの女神を拝むときに行う祭儀であった。これを見たパウロは烈火のごとく怒り、彼らの持ってきた捧げ物を放り投げ、大声を上げながら、神の天罰が来ることを告げた。前に大地震があったことを思い出した彼らは、パウロの予言を非常に恐れた。彼らはパウロを神々からの使者であると思ったからである。群衆はパウロのところに集まってきたが、何の害を与えようともせず、彼の言うことに耳を傾けていた。パウロは必死になって神の教えを説いた。パウロは彼らが手に持っていた小さな女神像を取り上げて破壊したが、神殿に祀られていた像には手をつけなかった。彼は無用な争いを起こすよりは、彼らの注意力を少しでもイエス・キリストに向けさせる方法を選んだからである。彼らは3人には何の危害も加えなかった。3人は人々から恐れられ、毎日のように熱心に伝道し、悪いことをやめさせようと努力した。ここでは教会を作るつもりはなかったが、ユダヤ人だけのグループにはメシアの福音を伝えた。彼らはそれをとても喜んだ。ある日の朝、
パウロが群衆に説教をしていた時、地方総督のセルギオ・パウロがそこを通りかかり、彼の話を聞こうとした。セルギオは長年の間神を見出そうとして学んできた男で、しかもエルサレムでの出来事を耳にしていた。ペテロが治したローマ人の娘は彼の親戚であったからである。セルギオ・パウロはバルナバやパウロに自分の家に来てもっと詳しくキリストの教えを聞かせてほしいと言った。ついに主の教えを誠に理解できる人間が現れたのである。セルギオ・パウロはこれこそ霊の真理であると受け止めたのである。パウロは話を続けた。彼はローマの知恵について語り、過去から現在に至るあらゆる賢人のことに触れ、結局生と死に関する神秘について解き明かしてくれた者がいないことを話した。セルギオはまた東方世界に住んでいた時にも満足できるものを見出せなかった。彼は魔術師と言われている一人の男を知っていた。その魔術師は目に見えない不思議な力を持っていたのであるが、彼の目にはどうしても中身の腐ったくるみのようにしか思えなかった。この魔術師は何の教義も持たず、永遠の知恵を語る言葉すら持っていなかった。しかしパウロの話には、今までに聞いたこともない知恵があふれ、まるで生命の木になった果実のように新鮮であった。長時間パウロの足元に座り、この人から一言も漏らしてはならないとばかり、熱心に聞き入っていた。パウロがついに話し終わった時、セルギオはついに心底から信じることができるようになり、キリストを我が師と仰いでゆく決心を固めた。それでパウロは翌日彼に洗礼を施すことになった。さて、このパポスに魔術師エルマという男が住んでいた。かのサマリアにいた魔術師とは違い、生まれながらの悪党であったので、文字通り悪霊に仕える家来であった。エルマは悪魔の自慢を唱えては忌まわしいことを平然と行っていた。そのエルマがセルギオのところにやってきて、大いに腹を立てた。パウロが若い男女に対してとんでもないことをしたというのである。おまけに総督までが、ろくでもない預言者の言うことを信じたとあざけった。パウロという男は何もできないやつですよ。やつには知恵もありませんしね。やつは少しぐらい霊と話せるだけでね。総督閣下、やつをここへ呼んでもらえば、私は強力な霊の力でやつを困らせてやりましょう。なんだったら、やつを黙らせるような力を見せてやろうじゃありませんか。私が主人だということを示してやりたいですね。セルギオは過去に、この男には散々ひどい思いをさせられたことがあるので、ぜひともパウロの教えを吹き込んで、悪党のエルマを黙らせたいと思った。そこでパウロをエルマの家に連れて行き、暗黒の主と光明の主と戦わせることになった。エルマは夕方の時刻を設定した。その日の朝早くから、到底筆舌では表せないような不浄な祭儀が行われ、悪霊を身の回りに寄せ集めた。いよいよ日が沈むと、わけのわからぬ言葉を言い始め、地底の地獄から悪魔の大王と言われたベルゼブルを呼び出し、ゾッとするような怪物がぞろぞろとつながってきた。それらは誠に恐ろしい光景で、誰一人としてそこから逃れることのできる者はいなかった。約束の時間がやってきたので、セルギオは魔王のために作られた祭壇のある部屋へ入っていった。パウロもセルギオの後についていった。パウロはすでに心の準備はできていて、地獄の王との戦いを守ってくれる霊の力が備わっていた。その部屋全体は青く光っていて、祭壇の周囲は薄ぼんやりとしていた。それは悪魔どもが待ち伏せするために覆われたベールのようであった。セルギオが魔術師エルマに挨拶をしようとした瞬間、布のようなものが彼の顔を覆い、頭からすっぽりかぶされてしまった。